どうも、こんばんは。龍月パパです。すいません。立ち絵が出ていない。少々お待ちください。いや、あれですね。娘がいないと結構グダグダになりかねないですね。いや手順がまだ慣れない。これで映るかな。よいしょ。どうも、こんばんは。深夜のドラゴンムーンラジオです。今夜のトークテーマは、夜にこっそり楽しむ私のささやかな秘密となっております。こちらのラジオは本来ならね、このチャンネル自体は龍月み娘のチャンネルなんですけども、娘の自体のね、配信が滞りがちな時にちょっと差し込んでいこうかというものになっております。でこのまま誰にもバレずに進められると、娘にね、この枠いらないじゃないかとアピあやかちゃん、水瀬たつきさん、こんぱばみーた、こんばんは。夜遅くの時間の配信にいらっしゃってくださりありがとうございます。ね、うまくね、娘からのね、この配信の圧を、こう、突破できるね、再生数ゼロだったじゃないかっていう部分をね、ちょっと達成はできなかったんですけども。はい。今日のね、テーマは、夜にこっそり楽しむ私のささやかな秘密。日中の忙しさから解放された夜だからこそできる自分だけのちょっとした楽しみや秘密の習慣などですね。例えば、隠れて食べる高級アイス、深夜のネットサーフィン、ベランダでの星空の観察、普段は読まないジャンルの本を読むなど、こちらの部分を募集させていただきました。一部、娘のね、マシュマロのようなあれですね、匿名で募集するやつで入ってきたものもありますが、基本的にはラジオに投稿をよくしているハガキとかですね、よく投稿している友人に、募集をかけて今回ねさせていただいてます。娘自体はもうすでに寝ているので、確実に配信に出ることはありません。では、自分自身のこういった夜にこっそり楽しむ私のささやかな秘密。俺自身はね、結構娘も似たようなところがあるんですが、夜起きてることが多いので、正直のんびりダラダラーっとネットサーフィンをしたり YouTube を見たり、あれですね、小説を読んだりとかするのも結構多いですね。水瀬たつきさん、内緒秘密香ばしい藁の香り確かにね、夜遊びができますねあとはあれですかね、妻にはあまり言えないやつで言うと、夜食をこっそりいただかせていただいたりとかするところですかね。では今回の、投稿をいただいたもの、一つ目お読みさせていただきます。ラジオネーム月明かりのパティシエ見習いさん。なんか雰囲気がわかるぞこれだけで、パパさんこんばんは。私のささやかな秘密は、家族が寝静まった深夜にこっそりキッチンでお菓子作りをすることです。結構時間かかりそうな。特に凝ったケーキとかではなく、簡単なクッキーやマフィンなど、誰にも邪魔されず自分のペースで粉を混ぜたり、オーブンの焼ける匂いを嗅いだりするのが至福の時間です。完成したお菓子は翌朝みんなで食べることもあれば、こっそり自分だけで味見することも。なるほどね。自分のご褒美といった形なんでしょうか。いいですね。もう夜にね、自分の好きなものを作って自分が好きなものを食べる。これも至福ですよね。
だけの時間でのんびりと楽しめる優雅な時間の使い方してますね。いやしかし俺自身はあまりお菓子作りはそんなにしないので、クッキーならまだわかるんですけど、マフィンとかを深夜に夜に作るとかすごいですね。皆さんは夜に何かご飯を作ったり、こういったものを作ったりする経験ってありますか？あ、カズニキさん、こんばんはです。本日はドラゴンムーンラジオ、龍月パパこと私自身一人だけで配信をさせていただいております。明日は、娘の方が配信ができなそうなので、本日ね、こうやって間で配信を差し込まさせていただいている次第となります。本日のトークテーマは、夜にこっそり楽しむ私のささやかな秘密となっております。1件目のラジオのお手紙の方が、夜にこっそりクッキーやマフィンなどを作ってますというお話でした。続いてのお便りを読まさせていただきます。ラジオネームベランダの詩人さん、ありがとうございます。私の夜の秘密は、ベランダで缶コーヒーを飲みながら思いついた短い詩やフレーズをスマホのメモに書き溜めることです。誰に見せるわけでもないのですが、静かな星空の下だと普段は出てこないような言葉がふと浮かんでくるんです。たまに読み返すと、その時の気持ちが蘇ってきて面白いですよ。ああ、素敵な過ごし方ですね。夜を優雅に過ごせそうな。でも大丈夫ですか？缶コーヒー飲みながらだとより寝れなくなっちゃったりしそうな。ちょっと心配ですね。MiX どうした？ MiX どうした？ MiX 何かあったんですか？代わりにログインさせていただいて、あれですね、今回のラジオの投稿のやつをさせていただいたぐらいで、あとはあれですね、今日の娘の VTuber の配信は楽でいいよねみたいなやつは、ツリーに娘が書いてた通り、なんかのバズってた流れのやつで、VTuber の配信楽ちんやんっていう話を聞いたらしくて、それに対してじゃあ全力でネタで当たり前体操をやってみようかみたいなことを言ったらしいです。もうこんなぐらい準備必要だよねと。で、なんか2、3件なんかこんなこともみたいな感じの返信は来たらしいんですけども、正直この件に関してはあれですね、娘ノーダメージでした。全く病んでおりません。普通に夜寝ております。なのでカズニキさん安心してください。明日ね、娘自身が配信できないのもちょっと夕方ぐらいに本人のなんか予定があるらしくて、配信ができなそうということで、今回ね、私の配信とさせていただいております。それでは、3件目のラジオ、お便りを読まさせていただきます。とは言ってもですね、今その3件目に来ているやつを読もうとしたんですけど、バチバチに実名が入っててびっくりしました。友達に書いてもらうとこういうことがありますね。ちょっと内容を確認します。危なかった。はい。はい。じゃあこれ大丈夫そうなので読まさせていただきます。パパさん、こんばんは。私の秘密は、夜中に昔好きだった芸能人や小中学校の同級生の名前をネットで検索して、あいつ今どうしてるかなと
こっそり調べてしまうことです。特に何かするわけではないんですが、懐かしい気持ちになったり、意外な活躍を知って嬉しくなったり、のんびり過ごしているそうです。ちょっとストーカーっぽいですかね。ストーカーっぽいですね。これネットストーカーじゃないですか。でも気持ちはわかります。自分自身が今ね、家族だったりとか仕事だったりとか成長したり行き詰まっているしている中で、他の人はどうなってるのかなと足踏みを確認したくなることってありますよね。そう、実名間近危うい。実名は晒すなよ。そうなんですよ。娘よりもね、俺の方が危ないです。喋り慣れてないので、ついポロッと書かれてることを読んでしまう可能性がある。まずいです。なんで皆さんももしラジオとかやる際は注意してください。多分皆さんやらないでしょうけども。水瀬たつきさん、昔の友人、頭がどうしたんですか？大丈夫ですよ。語ってってくださっても構いません。なんかダメージ受けた人おる。ね、傷口は晒していってね、乾かして治す方なのか、隠してね、湿気で治していく方なのか、どっちかですね。ぜひとも配信者なら晒して傷口を治してってください。和幹さん、最近だと郵便局員がやべえ。何があったんですか？郵便局員さんが何あったんですか？あれですか、娘みたく置き配盗まれましたか？いろいろね、配達員の方も危険なものがあるらしいですよね。特に大和さんだと何でしたっけ、タイミーだ。タイミーとかでね、アルバイト雇ったら大体持ち逃げして消える人が増えたって聞きますね。和幹さん、改めてコンパパです。もう挨拶コンパパで固定されそうです。もう固定という形でいいですかね。娘のいない配信ですし。さて、安全そうなお便りは次はどれだろうか。和幹さん、知らないストーカー事件やで。そうなんですよね。ただネットで下手に Facebook とか Facebook からつながっているアカウントでの X とか結構危険性があったりしますよね。アホゲウサギさん、コンパパ。はい、コンパパです。深夜のドラゴンムーンラジオ。今日のトークテーマは夜にこっそり楽しむ私のささやかな秘密となっております。私自身の方ではね、夜に食べる夜食が美味しいとか、ネットサーフィンしてるなとかいう話をしました。次のお便りを読まさせていただきます。ラジオネームお菓子テイスターさん、こんばんは。パパさん、こんばんは。私の夜の秘密は子供たちのお菓子ストックの中からバレないように1種類だけこっそり拝借してお酒のつまみにすることです。ポテトチップスの袋をそーっと開けて数枚だけとか、個包装のチョコを一つだけとか、翌朝子供があれなんかお菓子減ってないと言っても気のせいじゃないと白を切るのがお約束です。これって罪作りですかね。いや、これまあまあギルティーだと思うんですけど。和幹さん、長野列車は不幸すぎるよね。長野列車、申し訳ない、存じてないです。存じ上げてないですね。ちょっと調べさせてもらいましょうか。強風で小屋があれですかね、列車の窓ガラスにぶつかったやつですかね。こういう事故ってかわいそうですよね。青毛うさぎさん、あやかちゃん、何しとんねん。おやー、こらこら。そう、ツッコミしかない。
でもこれあれなんですよね。送ってきた方を自分個人的にはよく知ってまして、よくやってます。深夜だけじゃないです、この人。深夜だけじゃないです。常習犯ですね、この人。もう、これ、子供の教育にも良くないかもしれない。和樹さん、パパは X してないのかな？いや、してますけども、娘と一切関係のないアカウントでさせていただいてるので、つなげられないんですよね。また、一からこの娘のアカウントに紐づく龍月パパ用のアカウントとして、なんですかね、立ち上げるパワーもなく、娘ほど追廃はできてないので、ちょっとしんどいですね。新しく立ち上げるの。まあ、もしあれだったらね、ちょっと、娘のサブアカを動かすことがあるかもしれないんですが、娘が13になった日にですね、ちょっと娘のアカウントの管理を最近弱めてまして、ほぼほぼ娘が運用していると言ったらいいのか、つぶやいさえする状態ですね。たつきさん、たまに一気にいっちゃうんですよね。一気にいっちゃうか、もうお菓子丸ごと神隠しにあっちゃう感じですね。まずい。バレるじゃないですか、それ。さすがに夜お菓子を盗み食いすることは一回もないな。ね、皆さんも夜何かね、人のもの食べるときは注意してください。バレますよ、絶対。アホゲウサギさん、一から作るの面倒すぎるよね。確かに。カズニキさん、年内1万人目指すのかと。娘がならわかるんですけど、俺が目指すのは不可能です。俺にね、そんなパワーはない。そんなね、人気な漫画家になるんだったら X の運用を多分娘にもっとうまく教えてます。またね、YouTube のアカウントだとしたら、あれですね、こういうライブをするようなアカウントの運用方法はちょっと知らないので、勉強するところからになりますね。たつきさん、送られて買いに走るまでがデフォルトです。ちゃんと償いましょう。償ってください。罪は償うものです。赤のゆりやんさん、こんばんは。こんばんは。娘の X のつながりでしたよね。このアカウントだと初コメですか。娘のタイミングじゃなくて本当に申し訳ない。今夜は龍月パパ、私ですね。娘の親です。一人だけのドラゴンムーンラジオをさせていただいております。明日娘自身が夕方に予定があるため、今回、配信でバツナギをさせていただいております。本日のトークテーマは、夜にこっそり楽しむ私のささやかな秘密ですね。家族に内緒で夜中やっていることとか、自分だけのこだわりとかを、投稿いただいたもの。投稿といってもこのラジオ配信自体がそんな見られてるわけではないので、友人にこれのお題なんだけどちょっと投稿してくんない？なんかお手紙風にくれないっていう形でやってます。みんなね、意外とラジオに投稿してた世代でもあるので、ノリよく書いてくださってます。アホゲウサギさん、夜お財布握りしめてあえて遠めのコンビニに行くときは大人を楽しんでるなぁと思う。大丈夫ですか？治安がいいところなんですかね。いやーでも夜の散歩とか夜ふらーって歩くとき、すごく雰囲気楽しめる感じですよね。怖い気持ちが入っちゃうとちょっとあれなんですけども、それ以外の時はね、意外と周りの普段とは違うしんとした空気だったりとか、そういった肌感空気感を楽しめるのもいいですよね。カズニキさん、イケボパパならいけるよ多分な。その気楽さ好きです。ただイケボかどうかだけはちょっと審議させてください。娘からはイケボではないと言われてますので、勘違いしないように自分でライン引きしときます。
夜は大人の時間やろ。そうですね。夜は大人の時間。子供たちにはね、がっつり寝ててもらって、好き勝手大人は遊ばせてもらいます。大丈夫そうな手紙は、あとなんだろうな、お便りは。皆さんも深夜だけ楽しむことは他にありますか？これは読めないですね。こういうのね、先に選別しとけっていうことなんでしょうけど、ちょっと時間がなくてね、これを整理するタイミングがなかったです。はい、じゃあこちらのお便りにしましょう。赤のゆりやんさん、名前知られとるに驚きです。少々ね、娘のアカウントを、利用されてて、管理させていただいているときに、ゆりやんさん結構、娘と絡んでいたような気がする。違う方と間違えてたら本当に申し訳ないです。でも、アイコンからも見たことある気がします。アホ毛うさぎさん、ミーダ辛辣、ワロタ。そうっす。うちのね、家族は結構明けすけに友達感覚で話してることが多いので、まあ知識の押し付けとかはしてますけど、結構辛辣に言い合ってます。では、お便り読まさせていただきます。ラジオネーム、妄想宅配人。なんかそれアニメと被りそうですね。大丈夫そうですかこれ。パパさん、こんばんは。こんばんは。私の夜の秘密は、布団に入ってから目を閉じて、世界一周旅行を妄想することです。今日はパリのカフェでお茶をして、明日はサバンナで象を見て、なんて、実際にはなかなか行けない場所にも妄想なら一瞬で行けますからね。おかげで寝つきも良くなった気がします。寝つき良くなるんですかね？なんか自分ならワクワクしちゃいそうな。でもいいですよね。行けない海外旅行に夢の中でふわっと行けるなら。なんかこの方とかは VR とかすごく楽しめそうな気がします。VR だったらね、サーバー自体で結構雰囲気変わると思いますので。カズニキ、チェックは厳しいパパ。そうなんですよ。厳しくしとかないと、娘、3月ですけど、つい先日まで、X 使っていい年齢ではなかったので、一応、管理しとく体というか、管理しとかなければならなかったので、一応念のためですね。あやかちゃん、パパさん普通にいい声だと思うけどな。ありがとうございます。ただ、褒めても何も出ないですよ。赤のゆりやんさん。前回も実はラジオロムで聞いていました。心地いい声ありがとうございます。普段はね、こんな優しい声じゃなくて、もっと娘との配信の時のようなけたたましく話してるんですけども、ちょっとゆっくりめで話しているつもりではあります。できてるかはわからないんですが。かずにきさん、みーはホラゲがメインやが、ホラゲがメインホラーコンテンツがメインですね。多分彼女は。はい。パパはホラゲ好き。見る分には好きです。ただ、俺自身も、わって来られると、わって声が出るので、あまり得意ではないかもしれないですね。ただ、スプラッターのような血がビシャビシャ出るのとか、第五人格みたいなやつとか、デッドバイデイライトとか、ああいう系は全然余裕ですね。むしろ、娘と同じで、ハンター側を楽しくさせていただく形になりますね。さて、お時間もラスト10分を切りました。だいたい30分を目安にこのラジオはさせていただこうかと考えております。しかし、読んではいけないお便りが多い。かずにきさん、霊感ある？霊感あるかどうかっていうとちょっと悩ましいところなんですけど、これ幽霊だよねっていう体験は、ちょっと多くさせていただいております。語れる程度には。もしかしたら今度そういう、前あった経験とかを喋る配信をした方がいいのですかね。
デルタフォース井上さん、パパ配信だ。そうです、パパ配信をさせていただいています。本日のトークテーマは夜にこっそり楽しむ私のささやかな秘密を話させていただいております。今回のラジオ配信は龍月ミーは一切出てこなく、もうすでに寝ているのでね、自分一人で配信をさせていただいてますので、何か不手際がありましたら申し訳ございません。何の話をしていましたっけデルタフォース井上様、井上さん、いつも娘様にお世話になってます。うちの娘が何かしたんですかね。大丈夫です。迷惑かけてませんかうさぎさん、そんなカズニキ、経験あるんかい。いやちょっとこちらの地方でもね、有名なちょっと心霊現象が起きるような場所に一時期勤めていたりとか、全国屈指のね、なんかね、ネットで検索すると出てくるようなブラック会社に勤めてた時もありまして、経験がありますね。ちょっと語り出すと長くなるかもしれません。しかしみんな聞いてくださいよ。友人からラジオのお便りを、合計で30通ぐらいいただいたんですよ。で、そのうちの5通が多分同一犯ですけども、実名が入っていましていや、まずいですね。いくらね、龍月って名前がね、名字がバレていたとしても、下はまずいので、さすがにですね。ちょっと笑ってしまいます。またね、10通ぐらい今のところあれです。読んではいけないような内容が下ネタであったりとか、子供の名前が普通に入ってたりとか、ちょっと空気を読めないお便りも何通か入ってます。これを読まないようにしないといけません。アーカイブが消えますアホゲウサギさん、今度ぜひ聞きたい怖い話好きだぞ。夜に怖い話しますか。寝れるかどうかわからないかもしれませんが、カズニキ、意外に経験豊富なパパで、あれですね、自営業を今させていただいてるんですけども、自営業がやってる方々から聞く話とかも含めてね、いろいろ経験豊富になりますよね。自営業ってね、いろんなことして稼がなければいけないので。ゆりやんさん、めっちゃ多いんですよ。悪ノリですかね。まずいな。あやかちゃん、下はまずいな。そうなんですよ。うさぎさん、夜だけに夜話してもこのチャンネルとしては良くないと思うんですよね。アーカイブを消す話になる。意味がない。あやかちゃん、それはまずい。そう、まずいんです。かずにきさん、ガチ手紙。そうですね。一通だけガチに普通に友達からの DM というかLINE のようなやつも一個混ざってますね。読んであげたいぐらいです。晒してやろうかと思うぐらいですね。いや、困る。次の、お便りを読まさせていただきます。ラジオネームレトロゲームはいいぞさん。もうなんとなく内容が分かった。パパさん、こんばんは。私の夜の秘密は、家族が寝た後に昔流行った携帯ゲーム機やレトロゲームをこっそり引っ張り出してプレイすることです。あの頃のドット絵とか単純な音楽がなぜか今やると新鮮で落ち着くんですよね。セーブデータが消えないか毎回ドキドキします。セーブデータが消える消えないっていうと、もうあれですよね。トルネコとかのイメージが強く出てくる。嫌な音ね。レトロゲーム特有のね、8ビット音源、16ビット音源とか、ああいったのいいですよね。そもそもが、例えばゲームボーイで言ったら、当時の、スピーカーの部分で聞く音自体が、今とはね、クオリティが違って、すごくいいですからね。皆さん知ってますか？今、ゲームボーイ高いんですよ。
3DS がね、値段高くなっていってるのは皆さんご存知かとは思うのですが、昔のね、ゲームボーイとかも、海外輸出向けで、どんどん中古が高くなっていってますね。海外ではあれを改造してテレビにしたり、あれを改造して、ゲームボーイ自体を改造して DJ キットにしたりとか、いろいろおもちゃにされてますね。和ニキさん、ちなみに右の王冠って何かな？これですね。なんか今週から追加された YouTube のコミュニティなんちゃらランキングみたいなやつで、各配信ごとにどれだけコメントをしたか、どれだけ長くいたか、少々詳しい原理はわからないのですが、なんか王冠がつくらしいです。正直、配信者にもリスナーさんにもまだメリットのない機能だと思われます。もしこれがね、イラストを描くような配信者の方だったら、このコミュニティランキング1位の人のアカウントを書かせていただきますとか、面白いことができるのでしょうけども、俺も娘も画力は致命的でして、よろしくないアイディアが出てこないですね。あやかちゃん、レトロゲームはいいですよね。正直ローファイ、音質が劣化した下げたようなものって正直センチなね気持ちになったりとかもしますが、落ち着いてねリラックスできるような音楽だったりしますよね。今の音楽とかはねハイファイで音域が高くてね、意外とキンキンして脳を覚めさせるような音楽が多いので、ローファイのこういったラジオボイスのようなぐっとこもらせたようなものがいいですね。ゆりやんさん、電池も寿命か。そうですよね。中のボタン電池交換するのハンダ付けされてるから、ちょっと交換するのめんどくさかったりもあるんですよね。デルタフォース井上さん、 DJ キット、そうなんですよ。あれそもそもが8ビット音源しか出力ができないのが昔のねゲームボーイクオリティなので、改造ロムを差し込んで、そこにDJ のやつを出力できるような風にしていたりとか、ミディ音源を差し込んでですね、上下ボタンや AB ボタン、スタートとかあそこら辺のボタンを全部ポン出しの音でやってDJ する方もいらっしゃいますね。これも私の夜の秘密の趣味のネットサーフィン、 YouTube サーフィンで見かけたものですね。和ニキさん、ドラクエ3の冒険の章が消えましたの話。そうです。リリ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 みたいな音が鳴るやつですね。あれは恐怖でしたね。アホゲウサギさん、説明何もないのか。何なんだろうね。そう、何なんでしょうね。最近 YouTube が狂ったりとか調子悪かったのはこれが原因だと踏んでます。十中八九Twitch ら辺をね真似したくてやっているんだろうと考えています。和ニキさん、レベルアップしたよ。3位に、これね3位なんですよ。王冠1位がねコミュニティランキング1位らしいですよ。よくわからないんですが、これ本当に明確な経験値、こちらにはね名前の横に 75XP とか本当に経験値みたく出てるんですけども、基準がわからないです。コメントをすれば増えるというようには伺えるんですけども、いまいちピンとこず。あやかちゃん、ゲームボーイアドバンス SP やってた。懐かしい。 SP いいですね。 SP パカッと折りたたみできるやつでしたよね、確か。あそこら辺のゲームもやってたな。ただ SP 自体が高くて手が出せなかったイメージが。和ニキさん、そういや基本スチームスイッチ、うちスイッチもあるんですけども、娘時代が、遊ぶゲームが主に、配信ですとスチームの方で遊んでますね。俺自体もスチームのゲームを遊ばせていただいたりとかもしてますね。引っ張り出してすげえ昔のプレステ1とか2とかのゲームを一人で遊んでたりはしますけども、配信では関係ないですね。すいません。YouTube はあちこちぐるぐる、時間帯かな。時間帯もあるんですけども、
多分サーバーのエンコード処理落ちとかアーカイブ落ちが多いと思うので、DVR っていう過去に巻き戻してみる配信の部分がリアルタイムにうまく保存できていないような気がするんですよね。なので DVR を切っている配信だと基本的にはぐるぐるが起きづらいような感じになってますね。なのでグラフィックボード、グラボのその動画変換の部分だと思うんですよね。でこれの原因もちょっと一部察しているんですけども、結構大規模な容量の隠しデータの動画とかを上げるのが、一部国でブームになっておりまして、そのせいで意味のない動画なんだけども、砂嵐のような動画なんだけども、再生回数が万ですごいいいものを見れましたとか、いいデータをありがとうございますみたいな、言ってしまえば QR コードみたいな抜群に情報量の多い動画を配信上に載せて、それをうまく変換すると何かのファイルに変わるようなもので遊んでいる方々がいますね。そのせいでちょっと多分動画の内容のチェックをリアルタイムに入れているせいで、動画の処理落ちやワームというか中のチェックを AI がしている部分がちょっと重たくなっているんだと想定してます。ゆりやんさん、 SP はバックライトで感動したな。感動しますよね。あれすんごいはっきり見えて、ゲームボーイの頃はね、一層ゲームボーイの上にライトくっつけるようななんか驚愕の改造パーツとかあったんですけどね。シャガさん、どうも任天堂スイッチに LAN ケーブルぶっ刺したけど認識されなくて対策考えすぎて頭痛を起こしてました。コンパパ直接 LAN でパスワードというかWANがうまく上がってないんですかね。設定とかめんどくさいですよね。和樹さん、ミーがポストしてたからさ、放送事故はうんだはんだって。なるほど。今回の放送事故、あの子が言ってたやつ、長いポストですよね。喋らなかったら配信事故になるぞって俺が口うるさく言ってた内容もありそうですね。配信でね、全く無音で配信しちゃうとリスナーさんからしたらね、その人の配信で見る必要があるのかとかなっちゃいますもんね。デルタフォース井上さん、知らない情報ばかりで勉強になります。なんかお力になれてればいいんですけど、情報の精査はした方がいいかもしれないですね。自分自身が経験したというよりも伝え聞きで聞いた情報が多いので、皆さん方で情報の精査や確認などしていただけると幸いです。和樹さん、スイッチ2は当たりましたか？これ娘にいつも責められてます。なんでうちはスイッチ2が当たらないんだと。いや、全く当たらないです。悲しい話をすると、任天堂の公式以外のところでも、いろいろなつても含めてやってるんですけども、うちは当たっておりません。今のところ変える気配がありません。娘自体はなんか諦めムードというか、どうせ外れきたんでしょっていう空気になりつつあります。あやかちゃん、自分はしっかりと落選しました。仲間ですね。同盟を組めます。ツイッターにみーさんの3年後GO って書いてしまったイラスト投稿して勝手にエモい気持ちになっちまった投稿したんですか？3年後のミータ高2ですか？高2のミータ想像がつかないな。あいつ高校行けるのかな？心配になりますね。今の体調の件などもあってほぼほぼ学校に行けてなくて自宅学習といっても日中の活動時間が子自体が短いので勉強の量も少なくなってしまったりね、夢のために配信活動も頑張ると言っているところもあるのでね、学校自体行きたかったって言ってたちょっと高校は難しいかもしれない感じですね。本人がねぐっと学力が上がっていただけたらすごくいけるんでしょうけど、シアガさんのファンアートありましたね。これはちょっと配信に載せるのは娘の配信の時にします。ちょっともったいないんで。しかしうまいですね。
制服着てる。あ、ネクタイのやつおしゃれですね。これはリポストで共有させていただきます。パパのせいじゃないのに。ね、俺のせいじゃないんですけど、いやでも家族に言われる心当たりはすごくありまして、こういう抽選だとか、ビンゴとかも含めて、そういうものとてつもなく俺自身が運が悪くて、よくショッピングモールだとか、なんかのイベントで、ビンゴ大会とかってあるじゃないですか。あれ、ビンゴ、リーチしないんですよ、俺。最後まで。なんてものを引くんだって毎回思うんですけどね。ガチでリーチせずに、しっかりとイベントが終わるんですよね。まあ、リーチしたとしても、まあ、なんかビリぐらいなレベルの、すごくくじ運が悪いので、家族には、というか娘には基本的に、お父さんの名前で出したから、ね、抽選落ちたんだと言われてます。スイッチは、シャガさん、スイッチ2は数年後に買おうと思う。買ってすぐにね、何か配信したいとか、熱いうちに打つような配信をするんじゃなければ、楽しむ分には多分年末頃とか、クリスマスムードの時に、まあ、転売ヤーでバカ高くなってる可能性もありますけど、任天堂自体が相当量出荷すると思うので、単純に、細かく抽選出しとけば買えると思いますね。うさぎさん、ミーター、焦らないでほしいな、そうね。個人的には、娘がね、なりたいものになるために現状勉強していくと思っているので、コツコツね、娘のペースで辛くなく生きていけるのが一番かなって思いますね。カズニキ、お体が心配になりますな。そうなんですよね。最近本人自身もちょっと薬の副作用とかも含めて体調悪い日が多くて、また体力自体が結構低下しちゃってるので、いやー、まあ一緒に歩くとか散歩する時間を自分が作れたらいいんですけど、なかなか時間が割り振れなくて、嫁の方もね、一緒にやって仕事してるので、結構ハードなので、厳しいんですよね。デルタフォース井上さん、リーチしないの珍しい。ね、本当に数パーセントを必ず引き当ててます。よって、俺のおかげで周りのみんなが当たりやすくなってます。あやかちゃん、無理はしないでほしいけど、後が心配だよね。難しい。そうね。なのでね、ちょっとこれを皆様に言うのは酷かもしれないですが、うちの子をね、支えていってあげていただけると助かります。なりたい夢がね、ご自身がみんなと関われる、みんなと楽しめるこの YouTube での配信となっているので、それでね、ご飯を食べていきたい、独り立ちしたいといずれ思っているようなので、応援してあげたいですね。皆さんも応援してあげていただけると助かります。ゆりやんさん、まあなるようになるさ、落選した仲間です。シャガさん、1年2年ぐらいしたらいろんなゲーム出てるはず。それは確実ですよね。来年の夏、来年の春とかすごく出てそうですよね。なんだったら来年の夏か冬にはスプラの次のやつ出てたりとかしそうな。ね、ソフト出るまで3ヶ月以上、だいたいいつも4ヶ月ぐらいは任天堂さん告知してると思うので、でまた任天堂さんのね、今回のスイッチ2ってゲームソフトの中の言語が変わってらっしゃるので、多分そもそも作り直しに時間がかかると思うんですよね。同じコードが使い回せないので。あれはデータ効率が良くなって画質も上がったりするんですけど、正直一から言語ってなるとデータ組む方々の作ってる制作者の方々は血吐いてるかもしれないですね。アホ毛うさぎさん、もちのろん。もううさぎさんが言ってくれるのが本当助かる。うさぎさんはね、娘の最初 1,2 回目の意味がわかると怖い話の動画投稿、まだ配信じゃないですね。動画投稿の頃から見ていただいているので、とてもすごく頼りにしています。いつもね、すごく格安でお仕事を受けていただいて助かります。和樹さん、何かあればリプしますよ、パパ。助かります。ね、娘のためにいろいろと皆さん
寄っていただいて本当にありがとうございます。シャガさん、今のところ転売ヤー対策が話題になりすぎているけど、発売ゲーム自体がかなり少ないからスイッチ2自体の問題は今のところって感じ。そうですね。ただ転売ヤー対策話題になってるんですけど、そもそもの日本語オンリーのやつをいずれクラックできるだろうっていう形で、とんでもなく中国系の方々が、やってるのが見受けられますね。eBay とかも含めた、中国の方々に売り買いできるようなサイトだと、未クラック版日本限定モデルみたいな表現のされ方もしてるので、絶対ファームウェアの穴をついてこようとされてるでしょうね。あやかちゃん、みーさんには配信で元気もらっているのでお安いご用です。ありがたい。あやかちゃんはいつもうちの娘のことを押していただいて本当ありがとうございます。かずにきさん、拡散希望なら引用するからって伝えておいてね。ありがとうございます。何かのね、宣伝だとか、何かの注意喚起だとか、そういうので、頼らせていただくものがありましたら、娘の方にね、拡散希望とかつけるなり、個人的にね、相談するなりとか、ちょっと伝えておきます。あほげうさぎさん、でもね、配信いけないことが多くてね、私ができることは何でもやるからねって伝えておいてください。はい。明日娘が起きたら、昼頃かな、起きたら伝えておきます。でもね、皆さんのね、こうやって X だったり、この配信だったり、それ以外のところとか直接の DM とかで皆さんに絡んでいただけてることで、娘自体が孤独を感じないで済んでいるのが現状、本当にありがたく思っています。娘自体がね、今学校に行けてなくて、友達とも本当にごく一部の仲いい友達との個人 LINE、グループ LINE ですかね、でつながってるぐらいで、部活の LINE も入って会話できるわけでもなく、クラス LINE でももうね、クラスが変わっちゃってから行けてないので、あなた誰っていう形で、本当に蚊帳の外みたいな空気感で生きているので、外界との接触が本当に大切な部分となっていると感じてますので、娘の配信に、娘自身に絡んでいただき本当にありがとうございます。かずにきさん、俺王冠消えた？もう本当このシステムわからないですよね。王冠があってもなくてもいいのに。ちなみになんですけど、この王冠、こういうやつに、コミュニティのランキングみたいなやつに参加したくないという意思表示をアカウントですることは可能みたいです。皆さんの YouTube アカウントの方のセキュリティとかそういう設定のところに、そういうコミュニティランキング参加しないっていう選択肢が出ているそうなので、配信者側ではなくリスナー様の皆様方で参加しないという意思表示はできるようです。参加するメリットないし、ついたりつかなかったりとか一喜一憂したりしますからね。それ1位取りたいがために嵐をすることかも出てきそうなめんどくささがあるので。あやかちゃん、上に同じくできることならやります。あやかちゃん、本当ありがとうございます。娘自身はね、リスナーさんであやかちゃんのことを結構気に入っているので、それ言ってもらえると多分嬉しいと思います。デルタフォース井上さん、僕もまたショートを作ったりするのでお気軽にどうぞ。ね、井上さんのテンポ面白いんですよね、ショート。娘が見れないような内容だったりするのもあるので、ちょっと笑っちゃうんですけども、個人的には見てます、俺が。シャガさん、いやーにしてもサムネがカクテル系の晩酌配信みたいな謎の色気とおしゃれを感じる。このね、サムネに使わせていただいている真ん中のイラスト、出てこないや、そのイラスト自身はロゴか、あれは娘が作ったものなので、イラスト描けないにしてはデザインセンスあるなと思ってます。それ以外の金色の文字は毎回自分が突発的に入れさせていただいてます。カズニキ、配信にはたくさんいるからな。本当ありがたい話です。カズニキさん、仲間を信じて。もうね、娘の友達、クラスメートがたくさんいることが本当に感謝で本当に感謝です。ユリアンさん、クラス9なんてあるのが怖っ。結構魔境みたいですよ。
突然仕切り出したりとか、突然説教し始めたりとか、必要な情報があるのに抜ける方がいたりとか、さすが中学生と思いながら。ただ部活の LINE グループ、クラスの LINE グループ、なぜか残ってる前の学年の LINE グループとか、なんか結構細かく乱立してて魔境っぽいです。娘はある意味そこから今眺めてるだけで済んでるから巻き込まれてはいないけど、ただ娘の方も何かね、名前を名指しで言われかねないものでもあるので、危惧している部分ではありますね。そこは全くノータッチなので、自分自身がたまにはチェックした方がいいのかなと思ってもね、踏み入っちゃいけない部分もあるとは感じているので。アホゲウサギさん、ミータが作ったんだ。すごいですよね。このドラゴンムーンラジオのロゴ、頑張ったなと思います。なんかすごい一時期ロゴだとかなんか細かいものを作るのにご自身がハマってる時があって、もう四六時中パソコンでカチャカチャやってましたね。シェアさん、僕もミーさんと似た時期あったけど、マジで楽しんだもの勝ちですよ。笑ってりゃ壊れそうでも正気保てる。そこの部分強いですよね。やっぱり泣いてこもっちゃうと拾えないですからね、チャンス。周りの手にも気づかなくてうつむいてたら見えないから。カズニキさん、今中学生で頑張るミータに拍手。そう、拍手。本当頑張ってるなと思います。では、最後のお便りを読んで、いや、もう危ういですね。1時間経とうとしている。30分目安はどこに行った？いや、今回は次のお便りは読まずに、次回のラジオのテーマ発表させていただいて終わるとします。次はどのテーマでいきましょうかね。では今回大人が多いということで、子供は寝ている時間でしょう。次回のトークテーマガチャは、こちらです。大人になってからハマった意外な趣味。子供の頃には考えられなかった、子供の頃には趣味がなかったのに大人になってから魅力に気づきどっぷりとハマってしまった趣味やコレクションなど、またその習慣などを含むですね、あれば教えていただきたいと思います。例えば御朱印集め、ソロキャンプ、ボードゲーム、植物を育てたり、意外と全くアニメ興味がなかったのに VTuber にハマったとかですね、そういうのがありましたら、もしよければね、直接娘の方に匿名でなくても DM で送っても構いませんし、娘の方がやっている何でしたっけ、好きを伝えてみたいな、なんかラブレターっていうね、マシュマロみたいな匿名のやつをやってるので、そちらで送っていただくもよしという形で募集させていただきます。次回のトークテーマは大人になってからハマった意外な趣味です。匿名という形で出してっていう表現でDM を送っても構いません。龍月パパのアカウントはないので、龍月ミーの方によろしくお願いいたします。自分自身の方でも友達にね、こういうラジオでやるのでよろしくねという形でさせていただいております。で、募集していきますので、何卒よろしくお願いいたします。では、こんな夜中にね、この人数来ていただきまして誠にありがとうございます。高評価、チャンネル登録など娘の活動の支えとなりますので、もし高評価まだ押してない方がいらっしゃいましたら、もうポチポチっと押していただけると幸いです。またね、明日娘は配信はしないのですが、新曲というか歌ってみたの発表が明日投稿があります。曲名が、信じることが怖いという曲ですね。水野敦さんの曲です。メンバーシップの方は先行で公開されていて、メンバーシップに入っていない方は明日、夕方の8時だったかな、7時でしたね。夕方の7時から、配信されます。ぜひね、メンバーシップの方はもう 1,2 回聞いてあげていただけると幸いです。
春期は誰にも訪れる。そうですよね。自分の思春期の話はあまりしたくない。あやかちゃん、本当だ。話が盛り上がっちゃった。ね、盛り上がっちゃいました。楽しかった。アホ毛うさぎさん、終わりか。寂しい。寂しがってくれるのはありがたいです。寂しがっていただけたり盛り上がっていただけたりする方がいる限り、娘からの圧は変わらないので、俺が配信する回数は少々入っていくと思います。カズニキ、パパ、俺は言えない趣味、なんだろう、聞きたくなってしまうやつじゃないですか。こちらの配信はね、地語りものすごく助かるので、否定じゃありません。助かります。娘の配信も基本そうなんですけどね。アホゲーうさぎさん、前半の方アーカイブ聞きながら寝よう。大丈夫です？寝れなくなりませんか？正直耳障りな配信となっていないことを願います。デルタフォース井上さん、すごくいい配信でした。心配もしていたけどこのパパで良かったと思いましたね。いやでもこのパパで大丈夫だったのかな。娘にはもっといい親がいるのじゃないかとたまになんか不安になって、自分のせいで娘の人生邪魔してないかとかすごくモヤモヤする夜もあります。娘がこのラジオを聞かないでほしいな。アホゲウサギさん、ミニパパラジオ需要あるのか。需要できちゃったか。カズニキさん、了解、助かります。それでは本日の配信はこちらで終了とさせていただきます。高評価、視聴人数と合ってないので、ぜひとも高評価を押してから配信閉じてくださいね。では、待機画面を流させていただいた後、およそ3分くらいで配信を切らさせていただきます。お疲れ様でした。龍月パパでした。